茶と人とということで、前回はい友早さんに来てもらった時に熱く語ってもらった、急須が、ある有名な、急須作家さんが、この映像を見て作ったよという連絡があったんですよね。そうなんです。前回ねうん出させていただいたことでうん作ってみたよっていう連絡をくださって出来上がってきたものなので、動画を見てはいこんなんできたらいいなって思ったらそれ以上のものが出来上がってしまったってことですよね。そうです。2つあるんですよね。はいで一番の特徴である上から見て見下ろして全てが見渡せるという影がないというところと、蓋のところにこのギザギザがついてあるという、これを満たしているというところで、そうこれでもほんまかっこええな。めちゃくちゃそういいものになったなと思ってすごくありがたかったですね。この2つの急須作られた作家さんっていうのははいどなたなんですか？常滑のうん土地でずっと作家されてる急須作家の伊藤画風さんっていう方なんですけど、はいその伊藤画風さんってよく名前はねお聞きするのですごく人気作家さんですよね。そうですね。まさか本当に作ってくださるなんてっていうか、そもそも見てくださってたこと自体がこの動画ねこのチャンネルを知ってたっていうのすら僕知らなかったんでね、はいすごいびっくりして嬉しかったですよ。でこれ2種類ね2つあるんですけども、はい、何が違うんですか？こっちは試しに上げ高さを持たせてくださったどっちが好みですかって聞かれた。ああなるほど、ですねこっちが高くてこっちが低いっていうこの2種類っていう、そうですね。要するに前回の動画を見ただけで見ただけでここまで仕それだけ上げてくださったのでだから多分その辺はガフさんのすごいな。その感覚で作ってもらってることになってるから、早速じゃあ入れていきましょうよ。お願いします。どっち使いましょ一応煎茶としてう？はい。茶葉を見てもらって楽しいっていう意味では低い方がより茶葉への視線が近しいので、そちらの方が手もみのお茶を入れてもらうにはおすすめだと思います。大和緑、今年のお茶ですか？今年ですね。はい。今年の手もみのお茶です。あんまり全部だと多いかな。すごいな。湯冷ましは普通の市販のやつ申し訳ないです。ごめんなさい、それを湯冷ましに使ったらいいんか。そういうことですね。はい、2個両方とも購入させてもらった理由は入れ子になる、本当に偶然なんですけど入れ子になるサイズに作ってくださったので、湯冷ましとしても使える、まさに将来的には入れ子がいいって言ってたのに、本当に偶然に今なってしまっていてこのね、吸って戻っていくのをじーっと見ながら入れるっていうのがまた可愛いなーって思うんですよね。まさにめでるって感じですよね。もう本当にめでる、目で見て楽しむ、質感とかいいですね。やっぱり味があるな。入れやすいと思うところが一番いいんですけど、まあめちゃくちゃ熱い紅茶とか入れた時はやっぱ縁しか持てないんですけどね。おー綺麗。そうこの緑をちょっといい感じなんです。こんな感じですか。結構甘いですね。これがね、大和緑っていう品種だからなのか、管理がいいからなのかはわからないんですけどね。奈良で作られた品種らしいんですけど、品種登録か。大和ってついてたらそういうイメージしますよね。そうですね。はい。このよりがこうちょっとずつ戻っていく感じとかを眺めてると飽きなくて、
いやーこれはでも流行るんちゃいますかこの。すごく可愛いんですよね。これ名前つけるとしたら何急須になるんですか？名前、そうですよね。今話題の〇〇みたいな名前がないとその話題にしづらいですよね。そうか。外腕っていうよりは宝品って何かに最後にまとめた方がそのより日本茶っぽくもなるし、宝品っていうのも結構、マイナーな名前じゃないですか。そうだからですね。急須にした方がより一般的なんだろうな。いやでもあれ聞いただけでここまで仕上げてそうもうんだけどな。すごいですよね。すごいですね。でもこれいいなって思ったのが、これだけで、こっちだけで見てた時は、すごく茶葉が目立つんですけど、蓋した時はそれだけでこの茶器としても美しい。美しいですね。見てもらうっていうことを私が目的にしてこれ使って入れてる時は、開ける前に後ろトントン叩いて、平たくなったなって思う頃にパカって開けるようにはしてます。さすがやっぱ作家さんは違いますね。その少ない情報量ですごい形ですよに仕上げるっねて。いうのが、結局じゃあ足掛け5年ぐらいですか？いやもう多分7、8年っていうかね、もう10年近く、もしかして10年以上やってるかもしれないんですけどでもまさかこんな綺麗にね出来上がってくるとは、まだもうちょっとあと3段階ぐらいやって、これですってなるかなと思ってたので、いきなり答えが出たそうなんですよね。やっぱこすが多いと茶こし部分に詰まりがちにはなるので、そーっと出さないといけないんですけど、要はもうその穴の大きさは限られ決まってるし、量も決まってるから、通るお湯の量が決まってるってことですね。そうです。使い方のその注意点さえ知ってれば、何の不便もなく使えますよっていうことですね。だからその急須だとそれこそ直角にジャッとしても出るじゃないですか。でもこれはそれをしてしまうと一気に詰まってしまって出にくくなるので、なぜかというとその隙間からしか出ないからですね。隙間のこの点々の網というかその茶こしの部分を全部塞いでしまうと、出るところが本当に全然なくなってしまうので、意外とでもこのなんていうんですかね、この外側のここまで出っ張ってるから熱いのって気にならないですよね。そうなんです。熱くないんです。これ100度で入れても全然熱くないんです。そこもうまいこと考えられてますよね。はい。でこの紅茶に関して言うとやっぱり揉んでまっすぐにしてるんで、あまりねじれてないんですよね。その葉っぱの形が戻りやすい。なので要は普通のなんていうんですかね、紅茶みたいなねじれた感じで、大体紅茶って出してもねじれた感じでぐにゃぐにゃってなってるんですけども、葉っぱに戻るんですよ、ペタって、揉んでるんで。そうこういうのがしたいんです。だからちょっと紅茶も棒で仕上げる、ちょっといろいろやってみようかなと思うんです。意外と甘いですね。甘さとちょっと変えてくるほのかな苦味が心地いい感じですね。並べてみるとまたいい感じ。手もみのお茶いいですね。見た目のこの整った綺麗さっていうのは心が落ち着くんですよね。しんどかったこととかも美しいものを見てなんていうのか、一回リセットできるというか、綺麗だなって思った時点でちょっとしんどかったのが一瞬完璧に忘れられるっていうことにはすごく役に立つっていうのも変ですけど、多分なんかその時点でストレスは軽減されてるはずだから、精神的にもいいことだと思うので、その目が楽しいものをどんどん与えてあげた方が、寝る前だったり休みの日とかに
こうやって一人で楽しむうちの選択肢の一つに他の人たちにもなったら嬉しいけど、まだ今のところ茶葉見てキャッキャ言ってるあとはやっぱり名前ですよ、名前。まあもちろん作家さんとかに聞いてみて、こういうふうな名前つけるとしたら何ですかって聞いた方が要は系統的にそうですねしたものはできるんですけども、もっとキャッチーなやつでもいいと思うんですよ。令和法品とかなんかなんでしょうね。なんやろ友早さんの急須、理想の急須を追い求める旅はとりあえず第一章終了みたいなところそうです。で次の章に今からは茶葉を求めて、だから素晴らしい。いろんな茶葉をはいこれで入れてみて楽しんで、うんでまあその時に一緒にいてる人たちにどういうふうに楽しんでるんですよっていうことを伝えれたらいいかなとは思いますね。1月だったかなに京都で個展があったので、これも持って行って、今木製では最後に言ってた木製のやつも作ってもらってるんですっていうやつの木製で上がってきてほぼほぼ理想通りになったので見てみてもらっていいですって言ったらぜひぜひっていう話をしてくださったので見てもらって、この茶こしとこの合わせ方についてもなるほど納得っていうことを言ってもらってのこれなんです。この方は家具職人さんなんですけど、器とかトレーとかも作っておられて、面白いのが古墳の形をお好きで、古墳の、奈良に実際ある古墳の形でテーブルとか作ったりとか、小物置きのトレーとか、あったりとかで、そういうので最初めっちゃ可愛いと思って見せてもらってた時に、たまたまぐいのみを木で作っておられて、それがすごい、それで日本酒飲んだらめちゃくちゃ美味しく飲めたんですね。これが作れるなら急須作れるんじゃねっていうのが最初にお声掛けさせていただいた時の理由だったんですけど、本来は家具職人さんです。オーナーの家具職人さんで。